寺前妙子さん当時15歳、爆心地からおよそ 0.5 キロの中央電話局内部で被爆しました。当時中央電話局には寺前さんのような動員学徒が大勢働いていました。広島市内ではこうした動員学徒が原爆のためおよそ7000人が亡くなっています。私は女学校3年生の時、ちょうど15歳になった時、原爆に遭いました。雲一つない真っ青な空に何かキラッと光るものを目にしました。一体何だろうかと思って見上げていると、ずんずん光が大きくなると同時にそのものも大きくなって、そして友達に「あれは?」と問いかけた時に、ピカッと本当に写真を撮るあのフラッシュのような、それ以上の大きなキラッと光るものが目の前で炸裂いたしました。辺りはガラ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 建物の崩れる音がしだして、それと同時にお母さん遺体を助けてお母さんという声があちこちからいたしました。私は何かの下敷きになったようで、なかなか思うように動けなくなりました。でも一体どうしたんだろうか、夢でも見ているんではなかろうかと一生懸命体を動かしながら自分の体をつめったり叩いてみると、痛い、あ、これは夢ではない、だったら電話局に爆弾が落ちたんだと思いました。その時に埃が舞い上がって、そしてザラザラしたものが口に入り、そしてぬるぬるしたものも口に入ってきます。一体何だろうかと思うんだけど、下敷きになっているので全然、そして真っ暗闇なので皆目分かりません。そのうちにちょうど阿蘇山に登った時感じるあの硫黄の匂いが漂ってきて嘔吐してしまいました。そしてお母さんと叫ぶ声も一段と激しくなった頃、担任の脇田先生が「学徒は学徒らしく頑張るのよ」と叫ばれました。その声をみんな聞くと、あれほどお母さんと叫んでおりましたが、一瞬にしてピタッとやまりました。そして、そうだ、自分たちは学徒だ、頑張らねばと思う気持ちになり、なんとかここから早く脱出せねばと一生懸命体を動かしているうちに、やっと動くようになりました。で、ふと右側の踊り場の方を見るとびっくりいたしました。あれほど真っ青だった空がちょうど真夜中のような暗い夜空になって、そして火の燃える明かりでただ赤々と明るくなっておる風景でした。本当に静かな静かな火の町でした。そこへやはり担任の脇田先生がひどい傷だった、怪我をしたねと言って助けに来てくださいました。もう逃げていくにも橋は燃えてるし、川は満潮だし、もう泳いで渡るしかできないけどどうすると言われ、ちょうどその頃は本当にもううっすらしか見えなくなっておりました。先生が私の腕にしがみついて、そして一緒に泳いで行こうと行かれたので川に入り、そして泳いで渡りましたが、中ほどまで行くともう全然見えなくなって、そして気が遠くなります。何度か気が遠くなると手が離れていく、その手をもう少しを頑張るのよ、もう少しを頑張ってと先生に励まされながら、そして手を引き寄せてもらっては泳いで渡りました。そして向こう岸に渡った時びっくりいたしました。上がるとお母さん痛いよ、暑いよ、助けてくれ、お水をちょうだいという少年少女の声があちこちから起こってくるのを耳にしました。もう見ることができない、ただ耳だけで声を聞くだけでしたが、本当にたくさんの中学生女学生が助けを求めている声でしたが、私はわからないので、一体先生どうしたんですかと聞くと、今中学生女学生が皆全身を焼かれて道路に転がって、そして救いを求めているだということを教えてもらいました。ちょうどその鶴見橋付近、そして市役所付近、
中国新聞付近の方にあの日はたくさんの動員学徒が建物疎開に出ていて、そして原爆にあって、そしてあの日の中を逃げ迷い、そして川に飛び込んで亡くなっていったわけですが、私も先生が助けに来てくださらなかったら川に飛び込むことはできたと思いますが、途中でみんなと同じように流されて命はなかったと思います。寺前さんの怪我の様子はどうでした？当分怪我をしたと言っても自分では手や足見えるところだったら分かるんですけど、ともかくも顔だったのでさっぱり分からず、怪我をして家に帰って当分してもまだ皮の傷をしたということは、どういうな怪我をした教えてと両親に聞いても、大した傷はしちゃおりやせんから心配せんでもいいと言われて、そうかな思いながらおりましたけどだいぶ健康状態が良くなって初めて鏡を見た時に左の目の方はザクロのように切られて、そしてこう切られて鼻の上、ここ顎の下、それから右目のずっとこうちょうど地図でいうと山脈が通ってるような状況に切られて、本当に我ながらお化けのような姿になっていたのでびっくりいたしました。本当に妹たちと同じように死んどけばよかったと思いました。これからどうやって生きていったらいいんか不安でなりませんでした。今一番大きな望みっていうのは何ですか？これが願いが叶ったらと思うのは何ですか？願い、障害者の介護を持つことがあります。その時に先日も思った時に男子女子の障害者が皆集まったわけですが、その時にみんなしていく道に言ったことは、一日でいいから元の姿に返してほしいということでした。そして半袖の服を、ノースリーブの服をいっぺんでいいから着てみたいというような声がありました。はい、今までは原爆孤老といったら今のご遺族の方たちで身寄りの亡くなった人を指して言いますけど、動員学徒の場合では傷のために結婚しない人もたくさんおります。そういう人たちがやがて原爆孤老となっていくためで、その人たちの支えになるようなことができればできるようにしたい、そう思っております。はい、寺前妙子さんの証言でした。